はい、皆さん、こんにちは。日立です。今日から、ソードアートオンライン。このアニメを使って日本語を説明していきたいと思います。今日やる言葉の目次。今から何をやるかを説明します。アニメの中には、日本人がいつも使っている日常ワードと、少し難しい言葉、語彙、あとは、アニメの中でしか使わないアニメの言葉があります。今日の日常ワードは、お待たせ、ぽい、ばっかり、切れる、なぜ、なんで、どうしてです。そして、語彙は、水臭いと吐き気がするです。アニメの言葉。アニメの言葉は、なめるなっていう言葉と、にしてくれるわです。それじゃあ、このそれぞれの言葉を今から説明したいと思います。お待たせ、アスナ。はい。お待たせっていうのをシノンが言っていた言葉だね。お待たせっていうのは、相手が先にどこか場所にいて、自分が遅れてきてしまったから謝りたいっていう時、自分のすることが遅いのに誰かが待ってくれた時に使う言葉です。例えば、待ち合わせ、7時にここの場所に来てくださいっていう約束のことだね。待ち合わせの時にこのお待たせっていう言葉を使います。こんな感じ。お待たせ。ちょっと電車が遅れちゃってさ。こんな感じで使います。そして、お待たせって言われた方は、いや、遅いよ。とか、遅えよ。っていう風にリアクションをします。で、お待たせ。起きたら出る時間の5分前でさ。これもお待たせ。それに対しては、そういう日もあるよね。こういう答え方。他にも、お待たせ。結構待った？いや、全然待ってないよ。こんな風に答えることができます。日本人は相手が遅れてきても怒ることはあまりないです。それに対して、ちょっと、いや、遅いよって言って、少しジョークみたいな話をしたりします。でも、声の感じ、遅いよとか、遅えよってなると、怒っている気持ちになってしまうので気をつけてください。他にも、自分のすることが遅いのに誰かが待ってくれたとき、この時にもお待たせっていう言葉を使うことができます。どんな時かっていうと、みんなが買い物をしている時とか、誰かとデートをしている時、こういう時に使うことができます。何かをみんなが買った後、他の人が買った後に、お待たせ、時間かかっちゃってごめんね。時間がかかったことを謝る。お待たせ、次どこ行く？もう大丈夫。こんな感じだね。あとは、お店の人が、お待たせしました。これもお待たせだね。こちらカツ丼です。みたいな感じで、相手が待ってくれたことに対して、ありがとうとか、ごめんなさいっていう気持ちで、お待たせっていう言葉を使います。アニメの中では、シノンがお待たせっていうのを言っていた。お待たせ、アスナ。アスナを助けに行くのが遅くなってしまった。から、こっちの意味だね。お待たせっていうのを言っていました。次。次はこんにちは、はじめまして。ソルスっぽいけど中身は違うの。私の名前はシノン。またシノンが言っていた
ソロスっぽいけど中身は違うのぽい。ぽいっていうのは何々に似ているっていう時に使う言葉です。例えば、相手が知らないものや知らないことを説明するとき、相手に自分の感想を言うとき、話題、トピックになっているものやことについて話すときに、このぽいっていう言葉を使います。例えば、こんな感じ。肉じゃがって何？肉じゃがはね、カレーっぽい食べ物だよ。カレーに似ている食べ物。このアニメってどんなアニメ？あー、ちょっと、ナルトっぽい感じかな。こんな風に、相手が知らないものを、相手が知っている、似ているものに例えるときに、このぽいっていうのを使います。他に、自分の感想を言うときにも、このぽいっていう言葉を使います。あ、なんか、今日の服は大人っぽいね。大人みたいな感じがする。おしゃれだね。いやー、あの人は子供っぽいから嫌いなんだよね。子供っぽい、子供みたい。すごい。日本語上手。日本人っぽい。っていう風に、何々に似ている、すごいっていう時にも、ぽいっていうのを使ったりする。あとは、今話していること、話題、トピックになっているもの、ことについて話すときにも、ぽいっていうのを使うことができます。例えば、誰かの名前を入れて、例えば、日立って、ぽいよね。例えば、日立って、犬っぽいよね。日立って、いや、オタクっぽいよね。いつもアニメの T シャツを着ている。いや、日立って大人っぽいよね。いつもすごく落ち着いてて静かな感じがいいよね。こんな感じで相手のことについてぽいっていうことを使ったりします。で、アニメの中ではソルスっぽいっていう風に言っていました。多分ソルスっていうのはソル、神様のことだと思います。あの世界の神様の見た目だったからシノンはソルスっぽい、ソルスに似ているけどそうではない、そうじゃないんだよっていう風に使ったんだと思います。じゃあ次。何ですか？女の人ばっかり。まだまだこんなもんじゃないわよ。次はばっかりだね。ばっかりっていうのは何かが多い、悪いものが多いっていう時に使う言葉です。例えば、お前の部屋ゴミばっかりあるから汚いよね。この後ろにある自分の気持ちっていうのはばっかりを言うとわかるので言わなくてもいいです。いつも文句ばっかり言ってないで頑張ってよ。でも、いつも文句ばっかりって言うだけで後ろの言葉はわかります。同じように、うわ、夜ご飯野菜ばっかりっていうのは、だから嫌だっていう言葉が後ろに隠れています。今回、アニメの中ではロニエが女の人ばっかりって言ってたけど、この後ろにはどんな言葉があったかっていうと、女の人ばっかりいるから私にチャンスがないっていうことを言いたかったんだと思います。ばっかりっていうのはこんな風に女の人ばっかりとか夜ご飯っていう風に見えるものにも使えるし、文句ばっかりっていう風に見えないものにも使うことができます。次。相変わらず切れると容赦ねえな。あの女殺す。切れると容赦ねえなの切れるっていう言葉。切れるっていうのは怒るっていう言葉の話し言葉です。
例えば、この前お母さんに怒られたんだよねっていうのは、この前お母さんにキレられたんだよね。悪口を言われたから怒った。いや、悪口を言われたからキレた。あいつはすぐキレるから嫌い。いや、この前お母さんがお父さんにブチギレてたんだよ。キレるっていうのは、こういうふうに怒るっていう意味に使います。で、キレるっていうのの前には、ブチっていう言葉を使って、とても怒っていた。ブチギレてた。ブチギレるっていう、ちょっと特別なとてもを使うことがあります。で、キレると怒るはちょっと違いがあるんだよね。怒るっていう言葉は注意するっていう意味もあるんだけど、キレるっていうのは怒るだけ。すごく感情的な言葉です。だから、先生に怒られた。先生にキレられた。これだったら、先生に怒られたっていうのは、自分が注意をされた。だから私は悪いことをしてしまったんだなっていう気持ちなんだけど、先生にキレられた。これだと、自分は悪いと思っていない。あの人が私に怒ってきて嫌だったっていうだけの意味になります。アニメの中では、バサゴっていうのがアスナに「いやキレると容赦ねえな」って言ってたんだけど、あの時アスナはいろんな自分の仲間が殺されてめっちゃ怒ってたんだよね。じゃあ次。なぜ逃げない？なぜ悲鳴を上げない？人族のくせになぜ？なぜって、だってあなた人間でしょ？なぜ悲鳴を上げない？リルピリンね、ちょっと豚のキャラクターがなぜっていう言葉を言ってたんだけど、日本人話す時にはなぜっていう言葉をあんまり使わないんだよね。なぜっていう言葉は理由だけを知りたい時に使う言葉です。書く時によく使います。次になんでとどうして。なんでもどうしても感情的な言葉、気持ちの言葉です。なんでは話す時によく使う。どうしてっていうのも話す時によく使います。違いは、なんでっていうのは若い人が話す時によく使う言葉。たちもよくなんでっていう言葉を使います。これからどんどん若い人たちが社会に出ていくから、なんでっていう言葉がどうしてよりもたくさん使われることになるかもしれないです。逆にどうしてっていうのは、なんでよりもいろいろな人、若くない人も使うし、若い人も使っている言葉です。ただ、日立はあんまりこのどうしてっていう言葉をいつもは使わないかな。だからこれからどんどん若い人が社会に出ていって日本語を使う人が今若い人になるとどうしてっていう言葉よりもなんでっていう言葉を使う人の方が多くなるんじゃないかなと思っています。だからね、留学生の人たちが先生どうして何々ですか質問をするときにどうしてってなんでどうして使うんだろうといつも俺は思ったりしている。なんでの方がやっぱり若い人のイメージがあるね。ということで、なんで、どうして、なぜっていう順番で言葉は使われやすいです。これは話すとき。逆になぜ、どうして、なんで書くときにはこういった順番で話をします。でも、このリルピリン、豚のキャラクターっていうのは、なぜ悲鳴を上げないっていうところで、今までは多分人間がリルピリン、豚のキャラクターを見てると、悲鳴を上げたり、何かマイナスなことをしてたのに、リーファがね、全然普通に
話をしてくれたから理由が全然わからなかった。理由がわからなかった、知りたかったからなぜっていう言葉を使っていたんだと思います。はい。これがまずは今回 SAO の中に出てきたよく使う日常ワードの言葉です。じゃあ次に語彙、これを見てみましょう。今さらそんな水臭い聞き方しなくてもいいわよ。キリト君はここ。一つ目は水臭いっていう言葉です。水臭いっていうのは仲がいいのに知らない人みたいにされた時に水臭いっていう言葉を使います。例えばこんな感じで使います。いやちょっと水臭いな。悩んでるなら相談くらいしてよ。何も言わないで仕事を辞めるなんて水臭いですよ。こんな感じで悩んでいるのに相談をしてくれない。これってなんか知らない人とか友達じゃないみたい。友達なんだから相談をしてよ。相談しないなんて水臭い。何も言わないで仕事を辞めるなんて水臭いですよ。今まで仲良かったのに何も言わないで仕事を辞める。それはちょっと知らない人、友達、仲が良くないみたいだから水臭いです。っていうふうに使います。ただ、この水臭いっていう言葉は、今日は暑いですとか、今日は寒いですっていうふうに、意形容詞のあの人は水臭い人ですっていうふうには使うことができません。水臭いっていうのを使うときには、水臭いなぁとか、水臭いですよっていうふうに文章の最初か最後に付け加えることが多い言葉。アニメの中では、アスナがシノンに対して水臭いって言ってました。アスナとシノンっていうのはもう友達だし、キリトについても知っている人だから、キリトはっていうのは水臭い聞き方だったっていうことだね。時からお前がその王行な鎧とマントを着てると吐き気がするのよね。豚のくせにまるで人みたいじゃない。そこで次は吐き気がするっていう言葉。今のという感じがするっていう気持ちの言葉が吐き気がする気がするっていう言葉です。何個か使い方があって、吐きたい気持ちがある。例えばビールをたくさん飲んでしまって吐きたい気持ちがある。他にも吐きたい気持ちはないんだけどそれくらい気持ちが悪いっていう時にもこれを使います。これが吐き気がする。例えば昨日から吐き気がするんです。だからちょっと休みたい。吐き気がするので休んでもいいですか。これは今自分が本当に気持ちが悪い。って吐きたい気持ちがあるっていう状態。でも毎日勉強するとか吐き気がするな。これだと吐きたくなるくらい気持ちが悪い。本当に気持ちが悪いわけではないんだけど、それくらい嫌だっていう時に、この吐き気がするっていうのを使います。もう一つ、体の中から寒い感じがするとか、寒く感じるほど嫌な気持ちがあるっていう時に、この吐き気がするの、気がするっていうのを一緒に使って、寒気がする、寒気がするっていう言葉を使います。昨日から寒気がして熱もあるんです。寒気がするので今日は休みます。これは寒い感じがする。風邪の時とかはね、寒気がしたりしますね。いや、あなたと一緒なんて寒気がします。これは寒く感じるほど嫌な気持ちだっていう時の言葉だね。
この何々怪我する特別な読み方なんだけど、本当に気持ちがあるときと、それくらい気持ちが悪いんだっていう例えばの時にも使う言葉です。レベルで言うと N1 レベルだと思うので、すごく覚えないといけないっていうわけではないです。で、今回使っていたのはDIL っていう女のキャラクターが使ってたんだけど、あれはリルピリンがすごい嫌いですごく下に見ていたんだよね。だからお前が服を着てると気持ちが悪いんだよ、吐き気がする。まあどちらかというとこっちかな、吐きたくなるくらい気持ちが悪いんだっていう風に使っていましたね。じゃあ最後にアニメの中でしか使われない表現、なめるなとイノシシの餌にしてくれるわっていう表現を確認して終わりにしたいと思います。と飲ませてくれ。なめるまずなめるなっていう言葉は、自分が下に見られていると思って怒った時に使う言葉です。例えばアニメの中でこういう言葉聞いたことあるんじゃないかな。お前、俺をなめるなよ。とか、俺をなめてんじゃねえ。とか、あいつをなめるなよ。みたいな、こんな感じです。お前、俺をなめるなよ。だったら、俺を下に見るな。つまり、弱いと思うな。これも、俺をなめてんじゃねえ。俺を弱いと思うな。あいつをなめるなよ。あいつを弱いと思うな。みたいな感じで、なんかバトル漫画とか、バトルのアニメの時によく使っています。で、なめられるっていう風に受け身系で使うこともある。誰かが他の人から下に見られているっていう時に、このなめられる受け身系を使います。例えば、先生は学生からなめられている。普通、生徒が先生に挨拶するときは、おはようございますなのに、先生おはよう。先生すみませんが普通なのに、先生ごめんっていう風にですますを使っていない。こういう先生は学生から舐められているっていう風に言うことがあります。この舐められているっていうのは結構日常でも使うことがあります。で、アニメの中ではベルクーリおじさんが使ってたんだけど、ベルクーリはあの国の中で一番強いはずなんだよね。なのに暗黒神ベクタがこっち来いみたいな感じになっていて、動かないベクタに怒って、下に見るんじゃない、弱いと思うんじゃない、なめるなっていう言葉を使っていました。切り刻んでわらと混ぜてイノシシの餌にしてくれる。最後、イノシシの餌にしてくれるわ。また DIL が言っていた言葉なんだけど、これ手くれるだよね。でもこの手くれるっていうのは特別な使い方で、手やるとか手あげるっていう言葉と同じ意味です。自分よりも下だと思っている相手にわざわざ私がお前に何かをしてあげている、すごく自分が下に見ている間に私がするっていうことを強く言うときに使う表現です。アニメとか漫画で敵、悪いやつがよく使っているイメージです。これ普通は本当に使わない。これを使っている人がいたらすごく変な人なので、みんなは使わないようにしていきましょう。で、アニメの中では DIL がまたリルピリンに対して使っていた言葉なんだけど、あれは DIL がリルピリンのことをすごく下に見ていたから、この手くれるっていう言葉を使っていたんだと思います。はい。
今日はこれで表現の説明は終わりです。最後に一つ練習問題を用意しました。ぽいっていう言葉は日常生活の中でもよく使う言葉です。日本語で話すときにみんなが自分の国の料理とか物とか文化を説明するとき、例えば日本人でも相手が知らないものを説明するときには似ているものを使って説明をします。みんなもコメントに日立が知らないと思うみんなの国の料理とか、物とか文化、これをぽいっていうのを使って説明をしてみてください。例えばこんな感じ。日本の花札。花札はトランプっぽい遊びです。これは48枚のカードを使って遊ぶカードゲームです。詳しくは説明しないんだけど、イメージはできたと思います。こんな感じでぽいを使ってぜひみんなの文化、食べ物、料理、ものかを説明してみてください。それじゃあ今回はこれで終了になります。それじゃあみんなバイバーイ。